世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、攻撃の発生フレームについてですね。この言い方で大体伝わるとは思うんですけど、一応ね、発生フレームっていうものについて厳密に定義しておきたいと思います。発生フレームっていうのは、攻撃モーションが再生され始めてから攻撃判定が出るまでにかかるフレーム数のことです。フレームっていうのは60分の1秒だったり30分の1秒だったりを1フレームとする単位のことですね。ゲーム業界では基本的に60分の1秒を1フレームとして扱うことが多いです。スマブラとか格ゲーなんかではかなり重要な要素になってますよね。上位勢のプレイヤーとかはほとんどの攻撃の発生フレームを大まかに覚えてたりとか、あとこの技をガードした時何フレーム以下の発生の技であれば確定で反撃を取れるみたいなフレーム関係の有利不利っていうのを意識して立ち回ってたりします。僕が作ってるこの千葉のぼらば竜の降るっていうゲームも最終的にはね、対人要素のあるゲームを目指してて、しかもそれもなんというかね、俺より強いやつに会いに行く的なマインドで楽しんでもらうタイプの本格的なね、対戦システムに仕上げたいなって思ってるので、この発生フレーム関連についてはしっかりと計算してデザインしていく必要があるかなと思います。例えば現在武器は大きく分けて2種類、軽量武器と重量武器、さらに攻撃も大きく分けて2種類、側撃と銃撃っていうものが存在します。つまり 2×2 で4種類の攻撃が大体あるっていう形になりますね。なんとなくこの攻撃が一番速そうだなっていうのはあるじゃないですか。おそらく軽量武器の側撃ですよねが一番速そうだと。じゃあ逆に一番遅いのはどれなんだろう。重量武器の銃撃が一番遅いんでしょうか。いやでもそれより軽量武器の銃撃をもっと遅くした方が面白くなりそうだよねとか、そういった序列ですねをはっきりとさせつつ、具体的にそれぞれ何フレームくらいの発生にしていけばいいのかっていうのをしっかりと決めていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。さっきちらっと言ってた序列関係をはっきりさせようっていうところからやっていきましょうか。一番発生が早いのは軽量武器の側撃で、2番目が重量武器の側撃ですね。で3番目と4番目が大事になってくるんですが、3番目が重量武器の銃撃、そして最も発生が遅いのが軽量武器の銃撃という序列関係にしていこうと思います。というのもこのゲームそもそも側撃と銃撃にそれぞれ役割っていうのがありまして、側撃はジャスト回避できないんだけどジャストガードすれば弾き返すことができる。反対に銃撃はジャストガードできないんだけどジャスト回避すれば隙を作ることができるっていう風なシステムになってるんですね。つまり銃撃っていうのは相手のガードを打ち破るほどの力がある攻撃ということになります。ここで軽量武器重量武器をそれぞれ握っている時に、同じ相手に対してね、敵のガードを打ち破る攻撃をやろうと思った場合、やっぱり軽量武器の方がね、よりたくさん長い時間力をためないとガードを破れないなっていう風に感覚的にね思うんですよね。そういうイメージ的な話からこういう序列にしたっていう側面もあるんですけど、ゲームバランス的にも側撃は軽量武器の方が速くて銃撃は重量武器の方が速いっていう風にした方がうまく戦闘バランスをねデザインできそうだったので、序列関係に関してはこれで問題ないんじゃないかなと思います。じゃあね、それぞれ何フレームぐらいにするんやっていう話なんですけど、この4種類の中でね、まずとりあえず1つを基準としてね決めちゃいたいと思うんですよ。一番決めやすそうだなって思うのが、軽量武器の側撃ですね。というのも人間の反射神経って限界があるじゃないですか。通常の人がある程度訓練した場合、だいたい 0.2 秒ぐらいが反射神経の限界らしいです。この 0.2 秒っていうのはフレームに換算すると12フレームですね。ただこの12フレームっていうのは合図があった瞬間にただボタンを押してくださいみたいな、めちゃくちゃ単純なシチュエーションにおいての12フレームなんですよね。実際ゲームをプレイしてる時ってそんな単純なシチュエーションってなかなかなくて、このゲームでも側撃銃撃に対してそれぞれジャスト回避とかジャストガードを取ろうとした場合、相手の攻撃モーションを見てその攻撃の方向ですね、右から切ってきてるのか左から切ってきてるのかっていうのを確認した上で、その方向に合わせてね回避やガードをしないとジャストガードやジャスト回避は成立しないので、12フレームで反応するっていうのは不可能です。少なくとも僕は不可能でした。実際試してみたんですけどね。
なので単純にねこれを一度倍にしてプレイしてみました。つまり速撃が24フレームで出るっていう設定にしてしばらくプレイしてみたんですが、これがねなかなか結構いい感じのテンポ感だったんですよね。集中してればちゃんとジャストガードできるんだけど、戦闘の中でねいろんなアクション混ぜてこられると完璧にやるのはちょっと不可能になってくるっていう塩梅ですね。なのでこの24フレームっていう数値を一旦基準にすることにしました。ただ全ての軽量武器の速撃が24フレームで発生にしてしまうとちょっと面白みがないので、そこはねちょっと遊びを持たせることにして、だいたい前後2フレームぐらいですかね。つまり軽量武器の速撃は22から26フレームの間のいずれかに設定するっていう風にしてみました。で続いて発生の速さが2番目の序列グループにあたる重量武器での速撃についてですね。これは基準フレームを32に設定して、また同じように前後2フレームを遊びにする感じですね。つまり30フレームから34フレームが重量武器の速撃の発生フレームとすることにしました。で32がね基準フレームってなってくると、重量武器の速撃って結構見てから簡単にジャストガードできちゃうんじゃねとなりそうなんですが、重量武器はね銃撃の発生がそこそこ早いんですよね。次の3番目の序列グループに位置してますので、結構早めの銃撃があるんでそっちもケアしなきゃならないっていうのと、銃撃速撃に限らずね攻撃判定が発生する少し前まではモーションのキャンセルっていうのができるようになっているので、そうなってくるとなかなか難しくなってきますよね。あとはその上さらにアーツっていうね武器に関わらない特殊アクションが多数用意されてますので、重量武器の速撃は32少し遅いように感じるかもしれないんですが、一旦はねこれでいってみようかなと思います。そして続いて序列第3位のグループ、重量武器の銃撃ですね。こちらは基準フレームが44フレの遊びが前後2フレームあるので、42フレから46フレのいずれかになりますね。そして最後最も発生の遅い序列グループ、軽量武器の銃撃ですね。こちらはねもう大台になりますね。基準フレームが52フレーム、遊びが前後2フレームあるので50フレームから54フレームのいずれかのフレームが軽量武器の銃撃の発生フレームとなります。50フレーム台になってくるとねもうほぼ1秒ってことですからね。さすがに反射神経鈍い人でも見てから対応できるよねっていうレベルではあるんですが、先ほども言った通りね軽量武器は速撃がねめちゃくちゃ速いんで、このゲーム内でも最速の速撃を持ってますので、それらとかアーツとかを組み合わせて揺さぶっていくっていうことになりますね。速撃でバンバン攻められると結構ガードを固めたくなっちゃいますからね。いかに軽量武器の銃撃をうまく通すかがプレイヤーの腕の見せ所みたいな感じになってくるのかもしれませんね。というわけでとりあえずね片手剣と両手剣だけ前述した通りのねフレーム数に収まるようにアニメーションスピードの調整っていうのを行ってみました。基本的にこれねモーションは全てアセットって言ってね有料で買うことのできるゲーム制作用の素材っていうのを使わせていただいてるんですけど、バニラのまま使おうとするとねどうしてもゲームスピード、自分の理想とするスピードに合わなかったりするので、こういったアニメーションスピードの調整っていうのは必ず必要になってくるのかなと思います。動画で見てるだけだとね少し伝わりづらいところもあるかもしれませんが、もしね何か意見とかありましたら気軽に書き込んでいただけるとありがたいです。というわけで今回は以上になります。チャンネル登録するかどうかは皆さんにお任せしますので、よろしければハイテカな動画をもう一本、あるいは Steam のスターページからつばつのらば竜のフルをウィッシュリストへ登録していただけると非常に励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アンバサ